こんにちは。ここは羽田空港国際線第3ターミナルです。羽田空港で1日ラウンジ巡りをしていましたが、出発時間が近づきました。これからカタールのドーハ経由でサウジアラビアのリヤドに向かいます。搭乗口の113番は JAL ファーストクラスラウンジのすぐ近くでした。ドーハまでは JAL の飛行機で出発時刻は23時30分です。23時10分になり、そろそろ搭乗が始まる時間です。搭乗が始まりました。私は JGC プレミアのためグループ1で搭乗します。大谷さんにお見送りをいただきます。今回航空券はカタール航空のサイトでエコノミー席を購入しました。そのため JAL 運航のコードシェア便を利用する形になります。この場合、カタール航空のサイトでは JAL 便の座席指定ができないのですが、カタール航空のコールセンターに電話すると事前に座席指定ができます。その際、JAL とカタール航空との契約でプレミアムエコノミー席が開放されており、空いていればエコノミー料金でプレミアムエコノミーを指定できます。カタール航空側で開放されている座席は赤枠の座席です。今回は約3ヶ月前に予約し、20A の座席を指定することができました。ビジネスクラスを通り過ぎます。次がプレミアムエコノミーの座席になります。こちらが指定した 20A の窓側の座席です。機内エンターテインメントはマジック4です。普通のエコノミーと比べてやはり足元が広くて快適です。前の座席の下には足置きがあります。アメニティはエコノミーと同じブランケット、枕、ヘッドホンです。定刻でプッシュバックです。ちょうど翼が真横なので景色は見にくい席ですね。離陸しました。ドーハまでは13時間のフライトです。離陸してすぐに機内食が運ばれてきました。機内食もエコノミーと内容は同じです。もう夜12時を過ぎているので量は少なめですね。食事が終わるとすぐに就寝の時間となります。 JAL スカイプレミアムの席は前の背もたれが倒れてこないので圧迫感がありません。今回長距離フライトなので空気で膨らますフットレストを買ってみました。プレーコの座席にはちょうど収まりました。座席についているフットレストより高くて調整できるので快適に寝れそうです。窓の外は真っ暗ですが、飛行機の赤い点滅で翼が照らされます。機内も真っ暗になりました。プレーコの座席とフットレストのおかげでよく眠れました。外がうっすらと明るくなってきました。朝食が配膳されてきました。まだ早朝のためか今回もボリュームは少なめです。到着まで映画を見て過ごします。外がうっすらと明るくなってきました。ペルシャ湾の上を飛行中で目的地のドーハはもうすぐです。飛行機からご来光が見えました。太陽の上を飛行機が飛んでいます。定刻の6時35分にカタールのドーハのハマド国際空港に着陸しました。急激な外気温の変化のせいかすぐに窓が曇ってきました。次はサウジアラビアのリヤドに向かうので乗り継ぎですが、今回はあえて乗り継ぎ時間を長く取り
ドーハの市内観光と空港ラウンジを回る予定にしています。次の飛行機は深夜2時50分発なので約20時間の乗り継ぎ時間です。乗り継ぎエリアに行ってから入国するのは経路が難しいようなので、先にこのまま入国してドーハ観光に向かうことにします。そのため手荷物受取所の方に向かいます。ここから市内観光の様子は別の動画にまとめますので、市内から空港に戻ってきたところまでスキップします。時刻は17時30分、ドーハの市内観光を終え空港に戻ってきました。出国審査と保安検査場を通過すると、空港のシンボルランプベアーが見えます。高さは7メートル、重さは 15.8 トンもあります。柔らかそうに見えますが、青銅製なので硬いようです。免税店は高級ブランドのお店が並びます。中東らしく金のお店があったり、高級スポーツカーが展示されています。ここは子どもの遊び場です。ここから出発までまだ10時間近くあるので、空港ラウンジ巡りをします。ドーハの空港には大きく6つの種類のラウンジがあります。ワンワールドのエメラルドでも上位2つのラウンジは入れません。今回私が入れるのはこの3種類のラウンジになります。これらのラウンジは場所ごとに5つありますが、今回はこちらの4カ所に行ってみようと思います。最初に搭乗口 A1 の近くにあるプラチナラウンジサウスにやってきました。プラチナラウンジとゴールドラウンジは同じ入り口になってます。こちらで搭乗券のチェックがあります。プラチナラウンジは2階にあります。1階はゴールドラウンジです。こちらがプラチナラウンジの入り口です。入ってすぐの場所は食事をいただけるダイニングになっています。世界各地の時計を抜けると天井が高いラウンジスペースになっています。ラウンジは広くはないですが、人が少なく落ち着いた雰囲気です。飲み物のコーナーを見てみます。水やワインはカウンターの上や冷蔵庫にあり、自由に飲むことができます。奥にはバーカウンターがあり、好きなお酒を注文できます。スパークリングワインを注文しました。たくさん注いでいただきました。同じ中東でもこれから行くサウジアラビアではお酒は飲めないので、今のうちに飲んでおきます。次に食事をいただくためダイニングに来ました。どんな食事があるのか見てみます。まずはパンが数種類あります。こちらは豆のスープ、スパイスの効いた煮込み料理、鶏肉のクリーム煮込み、マッシュポテト、太いショートパスタ、ホットミールは以上です。こちらにはチーズやデザート、フルーツ類、サンドイッチ、サラダ、冷製スープがあります。ビュッフェ以外にアラカルトメニューもあり、QR コードにメニューがあります。メニューは少ないですが、スモークサーモン、バターチキンライスなどがあります。各種アルコールも注文できます。アラカルトでバターチキンライスを注文してみました。
カレーのようですが辛さはほとんどありませんでした。あとはビュッフェからホットミールを少量と豆のスープをいただきました。お腹いっぱいになったので下の階にあるゴールドラウンジにも行ってみます。こちらがゴールドラウンジの入り口です。中に入って様子を見てみます。このラウンジもそんなに広くはありません。プラチナラウンジよりは密度が高く混み合っています。食事の内容はプラチナラウンジとほぼ同じでした。プラチナラウンジにあったアラカルトメニューはありませんでした。バーカウンターもあります。こちらも種類はプラチナラウンジと同じようです。ラウンジ内にはシャワーがあるので見てみます。コンパクトですが清潔感のあるシャワーです。一通り見たので次のラウンジに向かいます。ちょうどイスラム教の礼拝を呼びかけるアザーンが流れていました。ここは最上級のアルサファラウンジ入り口です。今回は残念ながら入れないのでスルーしますが、いつか行ってみたいです。北側のターミナルにあるラウンジに向かってみます。北側のターミナルには無人モノレールで移動できます。モノレールはずっと屋内を走ります。北側のターミナルには搭乗口 D と E があります。プラチナ&ゴールドラウンジノースの看板が見えました。ラウンジの入り口に着きました。ここはワンワールドのエメラルド、サファイアどちらも入れます。中に入りましたが、とても広くて開放感がある空間です。大きなバーカウンターがあります。いろいろな形の椅子があり、数がとても多いです。長いエリアの両サイド2カ所にダイニングがあります。深夜便に備えてこちらでシャワーに入ります。待つことなくすぐに入れました。ここのシャワーは個室内にトイレもあり、広々としています。シャワーでリフレッシュすることができました。20時ごろシャワーから出ると人が増えて混み合っていました。バーカウンターもにぎわっています。ダイニングのブッフェの内容はゴールドラウンジサウスと同じです。出発まであと4時間ほどあるので仮眠を取ろうと思います。仮眠室はありませんが、横になれる椅子があります。運よく一つ席が空いていたので、こちらで眠ることにします。周りは少し騒がしいですが、ビールを飲んで2時間ほど眠れました。搭乗まで2時間ほどになり、もう1カ所のラウンジに向かいます。アルマハラウンジはプライオリティパスで入れるラウンジです。こちらのアルマハラウンジノースに向かいます。南側にはサウスもあります。受付をして中に入ります。ここは受付を中心に左右に分かれていて、ほぼ対称な作りになってます。天井が高いので広く感じます。奥にはダイニングがあります。
食事はプラチナ、ゴールドラウンジとは違いますが、似たような料理です。サラダやデザートは品数は少ない印象です。ワイン、ビールの入っている小さな冷蔵庫がありました。受付を挟んで反対側に行ってみます。同じような構造になっていますが、こちらにはバーカウンターがあります。こちら側にもダイニングがあります。少しだけ料理をいただきました。多くはないですが、シャワールームがいくつかありました。搭乗時間が近づいたのでラウンジを出ます。ターミナル北側にはオーチャードという庭園があります。シンガポールの空港にあるジュエルに雰囲気が似ています。庭園は植物園のようになっていて、室内だけど癒しを感じます。動物たちが食事している面白い彫刻がありました。リヤド行きの搭乗口 C59 に着きました。ステータス保持者の優先搭乗口はありますが、置き止めでバス移動でした。私は進んでしまいましたが、ビジネスクラスなどの乗客は最後に別のバスで案内されるようです。これは一般の普通バスですが、上級の乗客は少しいいバスになるそうです。今回の機材は A320 で小型の飛行機です。このフライトではエコノミー席の 8A を指定しました。通常だと座席指定に約1万円追加が必要なエクストラレッグルームですが、ワンワールドのサファイア以上だと無料で指定できます。こちらが 8A のエクストラレッグルームです。座席の前はそこまで広くはありません。雨は降っていませんが、窓が濡れて外が見にくいです。午前3時頃に離陸しました。リヤドまでは1時間30分ほどです。隣の滑走路から飛行機が飛び立つところが見えます。何かは分かりませんが、楕円形にライトが光ってきれいに見えます。暗くてほとんどの景色が見えないままリヤドの空港が見えてきました。定刻の午前4時30分頃にキングハーリド国際空港に到着しました。遠くに丸いドームのモスクがライトアップされて見えます。サウジアラビアはビザが必要で、事前にオンラインで申請済みです。入国審査は特に何も聞かれずスムーズでした。ドーハで乗り継ぎが20時間あったので不安でしたが、荷物も無事に出てきました。無事に到着ロビーまで出ることができました。まだ朝5時で地下鉄は動いていないので、空港で待機してから市内に向かいます。リヤド市内への移動と市内観光の様子は別の動画でご紹介します。